どうも、パスタ研究所たくさんです。今回は昭和世代に送る懐かしのスパゲッティ、たらこスパゲッティの紹介をします。思わず作ってうまいと言ってしまうぐらい本当に美味しいので、懐かしの味再現いたし、詳しい材料は概要欄にも載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。今回パスタを茹でるのには 1% の塩で茹でていきます。これ以上濃いと茹で汁使うのでしょっぱくなってしまうので 1% にしておきましょう。ではたらこの腹を、1腹用意してください。では包丁を入れて薄皮を剥いていきます。用意したたらこに半分包丁を入れたらズバッと切れ目を入れて、あとは包丁を逆さまにして包丁の峰でこう細いでください。これだけでたらこと皮がバラせます。薄皮、取らなくても大丈夫なんですけども、やっぱり口当たり大事にしたいので取ってください。取った薄皮はどうするのかっていうと、もったいないので食べちゃいましょう。料理のレシピ的には味見ってことにしておきましょうね。それではこそいだたらこをボウルに入れます。思ったより簡単にばらせるので、ぜひこのやり方でやるときはこれおにぎりにも使えるのでやってみてください。では大葉を刻んでいきましょう。では縦半分に切って同じように形を合わせて重ねます。重ねたらまた半分に切ってさらにまた同じように重ねます。そしたらくるくるくるっと巻いて包丁で細かく切っていきます。単純な作業なように見えるんですけども、形を合わせて切ることで綺麗な千切りができますので、ぜひこのやり方で。そうしましたらソースの下準備まだ続いていきます。牛乳を小さじ1杯先ほどのばらしたたらこに入れます。続いてオリーブオイルも小さじ1杯同量入れます。そうしましたら胡椒を少々振りかけます。これ好みなんですけども、今回黒胡椒を使ってますけども、白胡椒でも大丈夫です。そうしましたらよーく混ぜてください。これでソースの下準備完成です。ソースに段取りがついたらここで麺を茹でていきます。先ほどの 1% の食塩を入れた茹で湯沸騰したら、パスタを入れていきます。表記の茹で時間の2分手前、1分前でアルデンテとして、それのさらに1分手前の時間で茹でます。時間通りに茹で終わりましたら、一度ざるに麺をあげます。麺をあげたらフライパンはそのまま使いますので戻してください。麺を茹で上げた熱々のフライパンにバター 10g を入れてよーく溶かします。湯切りの際なんですけれども、この後茹で湯を使うのでしっかりとザルとボウルを用意して受け止めてください。しっかり溶けたらパスタを戻してよーく混ぜます。ではここからが大事なポイント。ここで戻したフライパンに牛乳大さじ1杯を入れて、次に茹で湯を同じく大さじ1杯入れます。あとは隠し味に醤油をちょんちょん少し入れます。そうしましたらパスタにしっかりと吸わせていきます。火加減なんですけれども、中火の強ぐらいでしっかりと煽っていきます。こうすることによってアルデンテに仕上がって麺にもしっかり味が入ります。そうしましたら先ほど用意したソースのベースをここで初めて合わせていきます。もうね、ソースもパスタもしっかりと段取りしたんで、
もう 99% 美味しくなること間違いなし。仕上げにオリーブオイルでつないでいきましょう。もうね、アルデンテに仕上げたのにもっちりとしてしっかりと味が染み込んでいます。それでは盛り付け入りましょう。今回盛り付けなんですけども、レードルも使わずにピンセットも使わずにトングだけで、盛り付けていきますけれども、この時に、盛り付ける方向を一つ決めておくととても綺麗に仕上がります。左回りなら左回りって感じでくるっと回していきましょう。そこに、点になるように大葉、刻み海苔トッピングして完成です。今回このレシピを作るときにすごくイメージしたことなんですけども、僕がまだ、10代の頃なんですけども、たらこスパゲッティっていうのがちょっとね、流行ってた頃で、流行り始めた後ですかね。なんか自分でお金持ってファミレスとか行った時ですよね。ジョナさんとかに、たらこスパゲッティあってよく食べたんですよ。まさしくね、こんな感じの味だったんじゃないかななんて思います。まあ、そんなことはさておき、懐かしい、たらこスパゲッティ共感していただけた方もいるんじゃないかななんて思います。ぜひこの動画を参考に皆さんも作ってみてください。まだね、あの頃パスタなんていうこともなくてね、イタリアンブームなんて始まってたと思うんですけども、まだ当時少年だった僕はスパゲッティって言ってましたね。そう。でもそれでもたらこスパゲッティっていうだけでちょっと背伸びした大人のメニューっていう感じでしたね。うまい。もうね、この辺からは動画撮ってること忘れて、美味しさと懐かしさでもう頭の中真っ白で、もうね、飛んでました。はい、本日も動画をご視聴していただきありがとうございます。パスタ研究所たつあんでは皆様に美味しいレシピご紹介しますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。